ハッピーパートナーシップチャンネルへようこそ。熟年夫婦の離婚理由3選をご紹介します。最近離婚する夫婦の4組に1組は結婚歴20年以上の熟年夫婦。それも妻から突然の離婚宣言というパターンが圧倒的に多いんですよ。夫は妻と一緒の平和な暮らしはこの先もずっと続くなんて能天気に考えてるんだけどね。そうなんですよね。実はですね、妻は着々と離婚の準備を始めてるんですよ。怖いですよね。このギャップが問題なんですよね。そこで今回若かりし頃は何度も離婚の危機を乗り越えてきた私たち須藤夫婦が熟年夫婦の離婚理由3選というテーマでお届けします。とはいうものの、私たちの経験やクライアントさんのお話を聞く中で感じたものです。あくまでも私たちの意見として見てくださいね。その1はやっぱり性格の不一致。20年以上結婚してて今更って思いますけどね。確かに白馬の王子様のはずが全然違ったっていうのはね、新婚の頃一番感じると思うんですよ。でもこれまでの人生を振り返って、じゃあこれからどう生きようかって考える時ですよね。そこでふと目の前のね、夫を見ると、やっぱこの人も全然変わんないよねっていくら言っても相変わらずなのよ。これから先ずっとこういうね、人とね、一緒にいて、私は果たして幸せなんだろうかって妻が再度考え出すのがこのタイミングなんだと思います。子供もね、独立して、別れて、もう昔よりは問題にならないっていうのは、大きいですよね。でもそんな風に感じるなら、一人で考えてないで言ってよって夫は思うよね。妻としてはもう繰り返しね、伝えてるつもりなんですよ。つどつどこのね、サインを出してる感じなんだけど、でも一向に変わらないってがっかりするんですよ。人はやっぱそうそう変われないからね。でもそういう A ちゃんだって、私が何か言うと、すぐ大きな声でこう被せてくるって。で、私はもう死ぬほどね、何遍も言っても、本当変わらなかったよね。今だってそういうこと多いじゃないですか。そうは言ってもね、そういうミキティだってね、何かといえばね、すぐ黙り込んでね、返事もしないっていうね。未だにそういうことありますよね。そこを怒り口調じゃなくて伝える努力を続けられるか、あとはね、仕方ないかって諦めるかなって。でも、もう一つ実はね、おすすめの方法があるんですよ。性格の違いにね、閣下するとき、やっぱり一番のおすすめは、もうこの年齢になったらね、好き勝手やっちゃおうって、ある意味ね、怖いもんなしなんですよね。もう夫の性格がこうだから、なんだかんだうるさいから、もうこれをしないとか、あれを我慢するじゃなくって、頭に来るじゃなくって、遠慮しないでもうね、好きなことをやり出しちゃう、思い切って。悪いけど私こういうことするからね、あなたよろしくね、みたいな。なんかね、だんだんと自分もハッピーになっていくと、夫も元気でいてくれればそれでいいかな、ぐらいな、割と軽い気持ちになってきたりもするんですよね。で、これまでも嫌で仕方なかった、目について仕方なかった夫の性格とか仕草とかもね、あんまり気にならなくなってくる。自分の心が満ちてくると、やっぱりいいものが見えてくるようになるっていうことがあるんですよね。そうなんですよね。確かにね。自分の気持ち次第ということもありますよね。そういう部分もあります。じゃあ、その2。金銭感覚の違い。このね、金銭感覚って面白いもので、夫婦って大抵逆ですよ。一人が倹約家タイプなら、もう一人は浪費家タイプなのよね。で、ここで揉めるんですよね。金銭感覚ってね、なんか先祖代々伝わる家訓みたいな、そういう部分があって、例えば、コツコツ真面目に貯蓄を旨として生きようみたいなね、ものがあったりとか、必要な時はお金を惜しまず使うことが大事っていうこととかね。代々でなんか繋がってるから自分こそ正しいっていう感覚がすごく強いと思うんですよね。なので、反対意見を言われると、結構ムカッとね、すごく腹が立つっていうことはありますね。確かにね、自分の後ろにね、ご先祖様がいるからね、裏切れないっていうね。うちはどっちかというとミキティが倹約家、僕が浪費家タイプかな。そう思う一番の理由はやっぱり妻としてはね、老後への不安ですよ。年を取って収入も減って体力も落ちて、だんだんね、しんどくなってきて、やっぱり頼れるのはお金が必要だなって感じ出すのがやっぱり熟年期じゃないですか。で、だから出費はできるだけ抑えたいし、貯蓄して老後に備えていきたいなってやっぱりね、思いますよね。なるほどね。そうは言ってもですよ。私みたいにね、もう仕事から解放されて、自由に使える時間もね、増えてきたわけじゃないですか。だから体力のあるうちに元気なうちにね、いろんなことをやってみたいなと思うよね。海外にもね、どんどん出かけ
ていきたいしね。まあ、それは本当そうなんだけどね。はい。大体ね、男性の方が寿命がね、短いわけで、もちろんね。そうです。だから元気なうちにお金をバンバン使っちゃったら、あとどうなんのよって、残された私はどうなんのよって、やっぱり妻は大抵思うのよ。だけど、私は元気な間に行かなかったら、いつ行くんですかね。そんなこと言ってる間にですね、どんどんこの体力も落ちていくわけですよ。行ける場所もどんどんね、なくなっていくわけですよ。90過ぎてからですよ。90まで生きてるかどうかもわかりませんけども、あの時ね、思い切ってね、もっと遊んどくんだった、みたいなね。後悔はしたくないですね。まあ、そうは言ってもね、あなたはのんびり天国から見守られるかもしれないけど、こっちはやっぱどうなのってね、もう天国から見守ってますよ。いやだ。これ以上ね、話してもね、もう離婚になりそうなんで、次行きましょうね。じゃあ、その3。親の介護問題。これは、親の介護を妻に任せっきりにしてきた夫に対する妻の怒りの表れだと思います。これはちょっと耳が痛いですよね。熟年世代っていうか、私たちの世代はですね、どっちかっていうと、夫が主な稼ぎ手、そして妻は、専業主婦もいたりしたと思うんですよね。そして、働いてても、パートで、補佐的な役割っていうね、家庭がまだまだ多かったかもしれませんね。そういう熟年世代のね、夫のどこかにね、嫁たるもの、夫の両親の面倒見るの当たり前みたいな古い感覚がどっかに残ってるとね、妻に負担をかけてもね、気がつかない、平気だったりするなんて人もいるんですよ、実際。それに妻も耐えてきて、発散せずになんか溜め込んで我慢してきたような怒りがあると、この年になって初めて、何だったんだ自分はって。ここまでね、姑面倒見て、これから先ね、夫の介護までね、しなきゃいけないなんて、そんな人生なんてもう真っ平よって感じて、離婚を選択するっていうことは、すごくあると思いますよ。それはね、あるあるですよね。やっぱりね、そういう意味では親の介護についてはね、早い段階から、この夫婦二人でね、しっかり話し合って、それぞれの役割分担をね、決めておくことが大切だと思います。本当にそうなんですよね。で、基本はやっぱりね、それぞれの子供がそれぞれの親の面倒を見るってことだと思うんですよ。こういう考え方が主流ですよね。で、昔のようにね、大家族でね、助け合ってっていう仲じゃないから、やっぱ公平に分担していかないと、優しい方が、もうね、妻とかがね、優しい妻がやっぱ潰れちゃいますよ。体力的にも大変だしね。あとね、やっぱ実家の処分とか、お墓の問題とか、銀行預金通帳預かるとかね、そういうのって嫁の立場じゃやりにくいっていうのはすごくあるんですよね。確かにね、嫁のね、立場じゃちょっと難しい、話しにくいこともありますよね。ということは、親の介護もね、夫婦は対等にやるべきってことでしょうね。そうですね。ということでね、今日は熟年夫婦の離婚理由3選についてご紹介しました。夫婦の笑顔が世界を変える、世界中の夫婦が幸せな未来へ羽ばたけますように。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。